歌の主人公が常に世間とずれてる状態になるの、この C メロ。私が弾くのは何かしら。あれズーさんのもっと楽しむ音楽ラジオ。毎度同じもっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きズーさんです。スパイダーマンということで、今日はミセスグリーンアップルの最新曲ブランニューの楽曲解説をやっていきたいと思います。イエーイ。もう楽しみにしておりました。すごくない？スパイダーマンの主題歌がミセス。かなりねプレッシャーある曲だと思いますよ。これ予告編でイントロとかが流れるのとかはちょっと聞いたりしたんですけど、曲全体はもちろん今から初めて聞くので、どんな曲なんでしょうか。ちょっと聞いてみたいと思います。この番組では音楽がもっと楽しくなるをテーマに音楽解説やリアクション動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録してご覧ください。それでは行ってみましょう。再生。かっこいい。かっこいい急に音量でかくなるね。ゾワッとした今。うん。キーは E フラットですね。ケセラセラのラストビートと一緒。ケセラセラと一緒だね。こういうギターから急にドロドロドロって超歪んだギターが鳴って、一気にバンドサウンドになったところで、ストリングスもなんかすごいね。かっこよくない？すごい速いスピードで、ノシラソファミレドっていうのを一拍で7連符。だから、ワン、ツー、スリー、フォー、ドシラソファミレドってやんなきゃいけない。もっと実際速いよ。だから、バイオリンの人、びっくりだね。タララララララ。こういうバラードの曲か。私が弾くのは何かしら。7連符？ってやんなきゃいけないんで、結構大変です。まあ、なんか、映画のアクションシーンっぽいちょっとアプローチじゃない？例えば人がピョーンって飛ぶときに、テンタカ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 ピューンテンタカテンタカとかって、そういうシーンあると思うんだけど、そんな感じ？こう、テルルテンテルルンってなんか、飛び移ってるような感じがするよね。スパイダーマンってさ、ビルの間をさ、シュンシュンってやるじゃん。あれがかっこいいし憧れるんだけどさ、なんかあれをスパイダーマンがやってるところが思い浮かぶような音ですよね。ちょっと先行ってみましょう。で、曲ですね。多分。大森さんの声だ。高いね、出だしから。なんかフェーズ1っぽい歌い方じゃない？高校生とかの頃のミセスの感じがなんか戻ってきてる感じがした。うわーサビ高っ。うわーいいね。ちょっとなんか、やばい。もうほんとミセス大好きだわ。もう全部どれ聞いてもいいと思っちゃう。僕ミーハーかな。なんか、本当に大好きです。I love you のサーキャー。これさ、口でやったらなんかもうめっちゃ恥ずかしい感じだったんだけど。みんなできるよこれ。この、あれだね。を、まあ加工して多分、って多分4回流してる感じです。結局僕らは人と人、むずいよ。A メロめっちゃ覚えやすいですね。ミセスとしては風と街でも使われてたカノン進行というのが使われてます。君を忘れない流れくねった道を行く。で、メロディーも四分音符が中心なんですごい覚えやすいです。孤独を知って愛を知る。5巻働いて君を救う。それはつまり僕も救う。結局僕らは人と人。I love you の先か。気持ちいい。A メロ中、基本的にはカノン進行だけど、最後だけ、結局僕らは人と人。ここだけ、なんか、ミセスっぽいね。マリオ進行ってやつが入ってます。3番ホーム準急電車とかと一緒です。どれもが奇跡、君だけのその世界とかと一緒です。よくあるね、ミセスでね。I love you の先へ僕はもう一人じゃないな。アップビートで闇を晴らしてあなたの言葉を胸に抱いて Yeah って感じか。
これ歌詞の各行は、えで韻踏んでるね、各行。I love you の先、え。僕はもう一人じゃないね。アップビートで闇を晴らして、あなたの言葉を胸に抱いて。だね。昔なんかの解説の時に歌詞の伸ばすところは、あか、えか、いがいいっていう話をしたことがあるんです。先、をとか、I love you の先、ぬよりも、えの方が口がパカッて開くので、伸ばした時に気持ちいい音になるんです。I love you の先、ぬだったらちょっと響かないもんね。まあ、大森さんも多分このサビをパッて思いついて多分 I love you の先、えってパッと思いついて、これに至ってるんだと思いますね。ドレミシドってめっちゃ高いところに行くのがやっぱ気持ちいいんだけども、ただこの形をね、なんと3回繰り返してんだよ。ポップスって基本的には、繰り返しが多いほどキャッチーになるので、これはもう超キャッチーなメロディーと言えます。ただまあよくあるのは2回繰り返して3回目ちょっと変えるっていうのが結構基本だったりするんですよ。例えば、〇〇もりもりおまじないだよ。これで1回ね。一塊。その後、つるつるてかてかにこに笑顔。これ2回目。3回目ももし、〇〇もりもりだったら、飽きてくるじゃないですか、さすがに。もうなんやねんこの曲みたいな。そういう時に、ちょっと変えるの。1、2の3、4でまた明日。で変えるっていうのが結構ポップスの定番だったりします。だから2回は同じことやって3回目はちょっと変えるっていうね。ただ、今回ミセスは、この5音を3回丸々やりきってます。じゃあ普通飽きるよね。でも飽きない。なんででしょう。コード進行をちょっと変えてるんですね。1回目は、こういうコード進行。で、2回目のドレミシドは、こういうコード進行。そして3回目のドレミシドは、こういうコード進行になってます。エモい、この音をタイミングを変えて入れることによって、この3回の繰り返しを成立させて結果的に超キャッチーにしているわけです。で、これ気づいちゃった。これコード進行、ライラックの最後と一緒です。キーは違うけどね、もちろん。あの頃の青を覚えていようぜ。痛みが重なっても光ってる。I love you の先、僕はもう一人じゃないね。アップビートで闇をなしたあなたの言葉を胸に抱いて。全く一緒です。スパイダーマンもさ、ノーウェイホームの最後は、世界を救うために大切な友達の記憶をなくさせちゃうんだよね。で、本当に一人で戦っていかなきゃいけなくなるんだけども、そういう戻ってこない青春とか高校時代みたいなものを、まあ、ちゃんと思い出として大切にしながら、今日も世界を守っているヒーロー。愛を一番知っているヒーローっていうのを、なんかライラックのあそこと同じコード進行で歌ってるのが面白いなと思います。ちょっとじゃあ、ちょっと続き聞いてみましょうか。今1番がまだ終わったところだね。なんか言ってんね。聞き逃さなかったぞ。一人じゃブラブラないねブラ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 みたいになってるね。1番で歌った大森さん自身のボーカルで大森さんが遊んでます。ボーカルのデータをちょきちょき切ったりとか音程変えたりとかして。大森さん音楽を楽しんでるね。2番はなんかピアノメインになりました。サビ行くかと思ったら行かないパターン。C メロみたいなところに行きました。サプライズだね、これは。びっくりした。A メロこんな感じですね。モネのキスが痛む頃、犠牲を払って何を救う。この歌詞めっちゃスパイダーマンだね。どれもがきっと必然で、僕の正しさはここにあるって本当は1番だったら行くんだよ。だから、僕の正しさはここにある I love you の先って行きたいんだけども、自信をなくしてるので下がります。僕の正しさはここにあるってなって、悲しい C メロに行きます。息をして生きることのひどい痛みには意味があると信じてると同時に許せない何かと今日も戦ってる。
サプラむずいてこれさ、息をしてって言ってんだけど、これもライラックの C メロのあそこと一緒。息継ぎするとこが実際に存在してないんです。影が痛い価値なんかない僕だけが一人のような夜が嫌い君が嫌い優しくなれない僕で光がいないってなるとこあるじゃないですか。あの C メロもう全国民歌ったら無理なんですけどこれ息続かないんですけどってなると思うんですけど、休憩スポットが一切なく歌い続けてるから普通に考えると歌えないんですよあれ。ただ大森さんにね、そのインタビューさせてもらった時にも僕から聞いたけど、どうやって息継ぎしてるんですかって聞いたら、大森さん鼻から吸ってるって言ってたの。だから影が痛い血なんかねって吸ってるのかなってことだと思ってるんだけど、だからそういうことしないと歌えないようなメロディーに今回もなってますね。で、しかもポリリズムって言って、この曲は4拍子なのに、メロディーが3拍子なんです。だから、ちょっとずつずれていきます。息をして、1、2、3を4拍子の中で歌うんで、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4って感じ。で、後半はメロディーがちゃんと4拍子に戻るんですよ。と信じてると同時に1、2、3、4で歌える曲にメロディーがなるんだけど、今度逆に伴奏の方が3拍子になっちゃいます。と信じてると同時に出せない何かと今日も戦ってるってなるんですね。だからさ、この歌の主人公が常に世間とずれてる状態になるの、この C メロ。ボーカルが3拍子を歌っても世間は4拍子のままだし、逆にボーカルが4拍子になると世間は3拍子になる。伴奏って普通はボーカルのためにあるはずなのに、この曲ではなぜかボーカルが孤独です。で、その苦しいとこが終わって、ここ聴いてください。いや、かっこよすぎるわ。このイントロで出てきた、っていう静かなアルペジオのフレーズに戻るんで、静かなパートがこれから数分続くのかなみたいな雰囲気になるじゃないですか。でも、大森さんはそうじゃないね。やるせない何かと今日も戦ってる。サプライズを驚かせてすかさず。もう、リスナーへのサプライズです。みんな、シメロが終わって静かになると思った？残念！サビでーすっていう感じで、大森さんがすぐサビを持ってきてくれます。この2サビの歌詞、雨に歌ってスイングをしてっていうのはさ、スパイダーマン実際雨の鉄橋の上とかで孤独に泣いたりとか、スイング、糸をピューって出して、ビルとビルの間をスイングして飛んでいく、みたいな生活をきっとしてるんだろうなっていうのも想像できます。さらに、僕が雨とスイングって言葉を思い出すのは、やっぱミュージカルの雨に歌えばって曲もありますね。Singing in the rain, just singing in the rain。この元々の映画雨に歌えばでは、これ嬉しくて雨でもルンルンみたいな感じなんですけど、スパイダーマンはあなたにもしかしたら会えないとしても、こんな風に雨の中で一人で幸せに生きてるよ、生きていくよ、みたいな、なんかそういうことも表してるのかなって思える歌詞だなと思います。1オクターブ下ですね。大森さん低い声も出るからね。予想、こっから転調すると思います。はい、転調しました半音転調して上に行きましたね。キーが E フラットだったのが E になりました。ケセラセラからクス式のキーになりました。なんか今なんで転調しようかと思ったか、転調するかなって思ったかっていうと、この今落ちサビがね、眉に包まれた人の夢、希望とシェイクハンドして、で I love you のサンキューって戻るのが普通だけど、なんかそれじゃあ大森さん多分満足しないだろうなって思って、さらにこうなんて言うんだろう、ドーパミンが出るような展開って思ってちょっと転調を考えてみましたしたね。眉に包まれた人の夢、希望とシェイクハンドして鏡を見つめ直して、新しい自分
泣いて。なんか歌ってるだけで感情がこう溢れてるのがすっごいなんか伝わってきていい曲だね。このストリングスすごいよね。I love you のサーキャーって歌ってる裏でってなってますね。歌に対して普通やることじゃないんだけども、映画とかでスパイダーマンがヒュッってなんかもう誰とも会えないけど一人でビルの間をさ滑走してる時みたいだよね。ビュワッビュワッって飛んで落ちて飛んで落ちてを繰り返すストリングスです。これはサプライズでしょ。すごいコード進行だね。はい、ちょっと耳コピしました。ちょっと今イチョウドでちょっと書いてますけど、こんな感じかな。さっきのコード進行から卒業してサプライズを僕らに仕掛けてくれます。僕をただ更新した更新しすぎだよね。雨に歌ってスウィングをしてあなたの言葉を胸に泣いてすごいなんかこう気持ちが高ぶっていくのがこう音楽で表現されてますよね。なんかドラムもさ、ここだけはもうなんかズタ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 っていうブラストビートになってますね。はあ、よかったです。聞けて。すでに大勢のファンがいる作品において、このタイミングでこうミセスが曲を出すっていうのは本当にものすごいプレッシャーだったと思うんだけども、それをちゃんと答えにたどり着いてこういう曲を出すっていうのはなんかすごいなって思います。なんかこうミセスって大きすぎて不必要に叩かれてると僕は思うんですよ。本当に素晴らしいアーティストだと思う。売れすぎててなんか逆のことを言うとかっこいいみたいに なってるような世間の空気っていうか、それでもこうやって曲を出すたびにやっぱり実力で黙らせてくるみたいなとこがほんとかっこいいですよね、ミセスはね。なんかそういう意味ではその逆風と戦ったりものすごい孤独と戦ってる大森さんっていうのは、ホームカミングのスパイダーマンの主人公とちょっと重なるところがあるのかもしれないなっても思いますね。結局この曲ラブソングみたいにも聴けるけど、あなたと一緒にいるシーンが一個もないんだよね。ずっと一人だけど I love you の先へ僕はもう一人じゃないねって繰り返し歌うことで、そのなんか孤独を歌で癒しているような曲になってるなって思いました。今なんか初めて聞いたばっかりだけどなんかすごい感動していますいや、ちょっと皆さんの感想もぜひ聞かせてください。また次の動画でお会いしましょう。音楽大好きつーさんでした。また次回。